アニメ大好き発明で、今日は6月26日日米同時公開されたスーパーガールについて全力で語っていきたいと思います。超アリで大好きだったんだけど、みんなどうでしたか？じゃあね、まずなんで大好きかっていうと、ざっくり理由が3つあって、1つ、主人公のミリ・オールコックの存在感がもう異次元。これはね、あとちょっとがっつり語っていきたいと思います。2つ目は宇宙活劇としての絵作りがめっちゃ気持ちいい。3つ目、トーン。原作の持っている寂しさとか孤独とか傷、それでも誰かを助けようとするみたいなストーリーの作り方が宇宙冒険活劇の中にきちんと織り込まれていたところ。でもね、こんな繊細なスーパーヒーロー映画なかなかないと思う。宇宙活劇としてこの惑星をどんどん巡っていくロードムービー構造で、それぞれの星に固有の言語とカルチャーがあって、それをきちんと描いてて、この星にはこういう宇宙人がいて、こういう言語があるんだな、みたいな独特の文化をきちんと描いていたところが良かったですね。いろんな宇宙人出るの。やっぱちょっとスターウォーズみたいにちょっとワクワクしたなっていうね。海外の批評だと、ちょっとアクションだらけなのに不思議とフラットとか、ガンのスタイルが入りすぎてトーンがブレてるとかもあるんだけど、でもハチは全然違うと思うの。多分なんだけど、前作のスーパーマンが結構明るかったっていうのと、今までのスーパーガールズドラマであったりとか、そういう作品とかからすると、かなりギャップがあって、そこでちょっとびっくりしちゃったんじゃないのかなって思っております。今回ここね、すごく大事な部分にはなってくるんですけど、この映画の中心ってアクションじゃないんですよ。アクションもちろん良かったんだけど、アクションが中心ではなくって、これ23歳の女の子が、この自分自身の傷とどう向き合っていくか。良い人とは何だろうっていう、テーマ自体はすごく静かなものなんだよね。そう思ってみると、ちょっと印象ちょっとガラって変わってくるのではないでしょうか。ネタバレ全開でいきます。ラスの結末であったりとか、原作との比較であったりとかも触れていくので、未鑑賞の人はここで離脱して、ちょっと見てから戻ってきてください。いくまずね、この映画のカーラはめちゃめちゃ擦れてるの。23歳の誕生日を赤い太陽の惑星で酔って祝ってるっていうね。これね、なんでこんなことになってるのかっていうと、自分の生まれ育った星であるクリプトンが滅びた時、彼女はもう、いろんなことがわかるような年齢だったんだよね。クリプトン星の一部をバリアで囲ったアルゴシティっていうところで生まれたんだけど、両親もご近所さんであったりとかがクリプトナイトの放射線で死んでいくのを目の前でずーっと見てるんだよ。生まれた時からそういう状況みたいなんだよね。スーパーマン自体はこの赤ちゃんで脱出をしているから、そういうクリプトン星の崩壊であったりとか文化みたいなものはこの愛着がないというか、感覚としては自分の母性っていうことは知ってるけど、実際どういうことが起きたのかっていうのは情報でしか知らない。異星人だったので苦労した部分はあると思うんですけど、優しい両親に育てられたっていうね。でそこの結構違いはあって、スーパーマンみたいにその明るい希望のシンボルみたいなものにはなれない。そんなキャラクターをですよ、ミリー・オールコックが演じる。これがね、ハマり方がもう尋常じゃない。本当に最初聞いた時って、この人がカーラやるんだ、どんな風になるんだろうって思ってたんだけど、まさかここまでバチハマりするとは思わなくって、すごいよね。オールコックのカーラがどれだけ素晴らしいのかっていうのをちょっとこの後も語っていくんだけど、カーラ自体がこのふてくされてて、擦れてて、でしかも叫びたりなんだけど、でもクリプト、白い犬ね、は、クリプトを見る目だけは別人なんだよ。本当に優しい目をしてて、それがなんでかっていうと、カーラにとってクリプトっていうワンちゃんは、クリプトン星から唯一残った物質的な存在。彼がもうその全てなのよ。星の思い出としても、何もかもっていうのね。それがちゃんと本当に絵として、きちんと伝わってきてて、胸が痛かった。だから、序盤の時ね、クリプトが毒を盛られた時のカーラの絶望。あれがね、ほんとこのきっかけにはなってくるんだけど、あの時のカーラは本当に正義のためにとかでも何でもなくって、私の犬を救うためっていうので物語が始まるんだよ。まずは自分のためにっていうところから始まる。でね、こっからハチの大好きなシーンを2つ語らせてください。
一つ目、街が破壊された後、カーラはその場で叫ばないんだよね。宇宙まで飛んでいって、そこで叫ぶっていうシーンがあったと思うんだけど、これ原作ファンは多分泣いたと思う。トム・キングが原作で、ちょっと繰り返し描いていたスーパーガールっていうキャラクターの本質みたいなものがこのシーンに全部詰まってると思ってて、クリプトン人っていうのは黄色い太陽の下では超人なわけ。だから、彼女自身が普通の人、例えば人であったりとか、宇宙人であったりとかもする時でも、誰かと接する時ってずっとこう力を抑えてるんだよね。感情が高ぶってこう涙が出そうになっても、目からヒートビジョンが出ないように抑える。誰かに触れる時は骨を砕かないように力を加減する。会話をする時にこう息を温める。わかるかな？カーラって私たちがこうアリに触れる時くらいの感覚で、一瞬一瞬自分を制御しながら人と接してる。それってやっぱね、苦しいはずなんだよ。ずっとこのね、みんながこのアリだと思って接してたらやっぱちょっと大変じゃん。力を 100% 使うことはできないしね。もう一瞬でもね、気を緩めたら目の前の人を殺しちゃうっていうことってすごく大変なことだと思う。でもね、彼女はそれを一切顔に出さない。苦しそうにしてるとか、人に接するときにめちゃめちゃ気使ってるなみたいなシーンはなかったと思うんだよ。だから破壊された街のシーン、カーラ本当はあの場所で叫びたかった。おごりたかったし、爆発もしたかった。でももしあの場で叫んでしまったら、残った街、生き残った人たちもヒートビジョンが出るなりなんなりとかして破壊されて傷ついてしまう。だから怒りをこう飲み込んだんだよね。飲み込んで誰も気づかせないまま一人で宇宙まで飛んで、誰も傷つけない場所まで来て、やっと叫んで、やっと泣く。これめちゃくちゃ優しいシーンじゃない？この映画のスーパーガールの強さって、こう、目に見えてすごい宇宙の脅威を取り除く、地球を救うということじゃなくって、自分の中の一番でかい感情でさえも、誰も傷つけない場所まで持っていける。それが本当の強さと優しさみたいなところがあって、この感じをセリフ説明一切なしで宇宙で叫ぶ姿だけで見せるっていう、この演出泣けた。そして二つ目、もう一つ、カーラの選んだ選択。カーラ自身復讐であっても殺人で魂が腐るっていうことは彼女自身はちゃんと認識していて、でもその汚れさえも自分で背負う覚悟を持つっていう、これかなりびっくりした。ヒーローってやっぱこのハンちゃんも大好きなバットマンとかもそうなんだけど、2つのキャラクターが多いんだよね。スパイダーマンとかもそうだし、なのに自分で手を下す覚悟を持ったキャラクターがスーパーマンの系統から出てくるっていう、衝撃だったね。ここで明確にスーパーマンとスーパーガールの違いを出してきたなっていうのは思った。2025年のスーパーマン、あれはね、完全に陽だったじゃん。希望だったり優しさ、人を信じる力、ガンが今の世界に必要な物語として作ったんだけど、それに対して今回のスーパーガールは明確にこの陰、傷、孤独、復讐、自分を汚すことの選択みたいなもの、この振り幅みたいなキャラクターの幅の広さ、正義のあり方みたいなものはガンがこの DCU で見せたかったものではないかなっていうのをちょっと思った。でね、多分ね、このね、バットマンが出せれば、ここの担当っていうもの、例えば復讐みたいなものであったりとか、やっぱバットマンのテーマではあるから、バットマンがやってたんだと思うんだけど、ザ・バットマンが落ち着くまでは、新しいバットマンは DCU では出さないっていう風にガンは言ってるから、今回カーラちゃんがその役を担ってるんじゃないかな、思ってます。いや、新しいバットマンの解釈、ここでも復讐使っちゃってるから、新しいバットマンの解釈をどうしていくのかっていうのはちょっと今後めちゃくちゃ楽しみです。そしてですね、ここからちょっとアメコミライターとしてちょっと話をさせてもらうんですけど、原作についてですね。原作スーパーガールウーマンオブトゥモロー、トム・キング脚本のビルキス・エブリー作画ですね。2021年から22年のDC コミックから出た一作でございます。全8号のミニシリーズなんだけど、これはね、初的にはめちゃくちゃ好きな一冊。映画が決まった時に Amazon で売り切れ続出して、DC が慌てて重版をしたぐらいの名作でございます。で、これね、フェーズ6さんから出版されてて、この映画に合わせて出版をされておりまして、ありがたいことにハチもこれで解説書かせていただいておりますので、ぜひ見てください。
で、この作品なんだけど、復讐がテーマっていうのは同じなんだけど、ラストがね、変わってきてます。これはね、ちょっと下巻が出てから語ろうかな。本当にいい作品です。ちょっとこの辺はちょっと内容がね、出版されたばかりなのでまだ語れないんですけど。カーラとローラがどういう風に仲良くなったのかとか、カーラの優しさみたいなのをもう少しこの丁寧に描いているので、ぜひねが見てもっと知りたいな。もっとこのカーラってどんな子なんだろうみたいなことを思った時には、ぜひこの作品触れてみてください。そしてラスト、ヒーローになるっていうのは無垢なまま正義を貫くっていうことだけじゃなくって、汚れも引き受けた上で自分が全ての汚れを引き受けて、それでも誰かを助けるって決めることなのかな。それもまたヒーローなんだなっていうのをスーパーガールを見て思いました。私は本当に大体のシーンで泣いてましたね。めちゃくちゃ泣いた。ね、プロデューサーさんがね、オールコックのスーパーガールは DCU の未来で大きな役割を担うって言ってて、2027年公開のスーパーマンの続編にも彼女は登場予定でございます。このね、傷ついたスーパーガールと明るいスーパーマンがどう絡んでいくのか、ちょっともしかしたらこの考え方の違いによって揉めたりもあるのかな思ったりなんだりして、でもどっちも正しい正義なので、そこがどうなっていくのかっていうのもちょっと考えたりしてます。はい。というわけで今日はスーパーガール語りでございました。見た人はね、ちょっとどうだったかコメントで感想をぜひ教えてください。はい。それではぜひね、今後もこんな感じでちょっと DC の感想だったりとか、いろんなことをやっていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。